星好きの皆さんこんばんは、相棒でございます。前回の動画でですね、次回は革命を使った星雲マスクをやりますよみたいなことを言ってたんですけども、星消し画像っていうのがあるのを知ったんですよ。で、結構前からあるみたいなんですけど、これ。で、ステライメージでできないかなと思ってやってみたら簡単にできたので、今回それをアップしたいと思います。星消しができると、星雲だけ画像処理すればいいので、ものすごく楽なんですよ。で、星雲だけの画像ができると、星だけの画像も簡単にできます。で、星雲だけの画像と星だけの画像を別々に画像処理して、最後に合成する。これももう一瞬で10秒ぐらいでできちゃいますので、今回その動画をアップしたいと思います。まずはコンポジットしてフラット補正だけした天体写真の星を消しましたので、ビフォーアフターをご覧ください。この発想なかったなぁ。思いついた人すごいですね。それではですね、星消し画像を詳しく見ていきます。まずはこのメッシエ8、これ天体望遠鏡で撮ったやつなんですけども、こんな感じになってますね。どんどん拡大していきましょうか。こんな感じですね。星雲だけ。この辺りとか、どんな感じでしょう。まずいけてるのではないでしょうか。今度は地のメシエ8とメシエ20と火星が写ってるやつですね。こんな感じですね。で、この三列星雲あたりをちょっと拡大をしてみます。こんな感じになってます。このあたりの分離してるところもだいたい見えてるかなと思います。こんな感じですね。星が消えてると思います。天の川行ってみましょうか。はい、天の川です。星が消えてます。この大きな恒星、これ木星なんですけど、これはちょっと残ってますけど、もっと処理すれば消えますし、ここだけマスクして、また同じ処理をすれば簡単に消せるんで、ただまあ別にこのぐらい載ってても全然画像処理に問題ないので、このぐらいにしてます。ウワシ星雲とオメガ星雲ですね。こんな感じになってます。まあ星が消えてると思います。星雲もちゃんと残ってますね。これはバンビの横顔あたりですね。この辺もよく消えてると思います。星雲も、星雲というかこれも星の集まりですけど、星雲っぽいところもきちっと出てますね。で、このあたりの天の川の雲の中ですね。これ木星なんですけど、こんな感じになってます。星が綺麗に撮れてると思います。星雲も残っております。で、この星雲だけになるとですね、なんかね、すごくこう見やすいんですよね。色を RGB 均等に足してみますけど、こう星があるとすごい気になるんですけども、簡単に色が出ると。で、トーンカーブとかやるときも白飛びするとこがほとんどないので強調しやすいですよね。ここだけ気にすればいいだけなんで、とにかく星がないというのはいいですね。なかなかね。で、後でこれ画像処理終わったら、星だけのやつをここに合成すると普通に見えると。その辺ちょっと最後にちょっとやってみますけど、こういう天の川の天体写真も星が消えると、これとりあえず色足しちゃいましたけど、こんなんしてもいいですよね。で、青ハロとかいっぱい残ってますけど、青ハロ処理もこれの方がやりやすいかなと。こういう水星なんかでも、水星と、これモンキー星雲かな。こういうなのも星だけ消して画像処理すると楽かなと思いますね。今まで知らなかったんですよ。最近なんですよ、これ知ったの。星雲マスクでいいんじゃないのと。なんか X でね、星なし画像とかちらっと見て、星雲マスクでいいんじゃねって思ってたんですけど、結局これから星雲マスク作るんじゃないのとか思ってたんですけど、まあこっから星雲マスク作ってもいいんですよ。モノクロにして作ってもいいんですけど、
いかに星雲だけを処理するのが楽かと。なんか画像処理が楽でちょっと楽しくなってきますね。それではステライメージで星消しをやっていこうと思います。用意するのは元画像とそこから作った星マスクですね。これを適用させて、で、これを実行を押すだけです。ちょっと時間を計っておこうと思います。よーい、スタート！はい、できました。時間は3分20秒ぐらいですかね。5分かからなかったですね。それではゆっくり解説していきたいと思います。では元に戻しました。まず元画像なんですけども、元画像はここ、構成のとこ255以下ぐらい、弱ぐらいにしておくって感じですね。でその状態で、星マスクを元画像から作ると。星マスクの作り方はちょっとこの前もアップしたんですけど、別途動画と記事がありますんで、またそちらをご覧ください。で、星マスクはですね、ここ、255弱ぐらいで構成の明るいところは、一番明るいところを白飛びしないようにしておいて、で、あと背景ですね。背景の一番暗いなっていうところ、ここ天の川のあたりなんで、暗いところがなかなかないですけど、一番暗いなって思うところをここ0、明るさを0ぐらいにしておくと。レベル調整で背景だけ、例えばここが真っ暗だとすると、今明るさ2ですけども、じゃあここを10ぐらいずつですね、増やしていくといいのかな。背景をなるべく0に近い方がいいですね。この辺で0のとこがあるので、0にするみたいな感じで背景をとにかく0に近づけておくってことですね。そうしないと星雲とかに影響しちゃうので、なるべく0に近い方がいいかなと。星マスクはそのぐらいですね。あとはもう適用させて、マスクを適用させて処理していくと。で、この処理の内容なんですけど、まずこのミニマムフィルター。これを今回2ぐらいしてるんですよ。するとちょっとちっちゃくなるじゃないですか。その次に今度マキシマムフィルターで半径、ミニマムフィルターの半分ぐらいで大きくします。で、今度はガウスぼかし2にしてますけど、これはミニマムフィルター2にしたので、ガウスぼかしも2にしてます。で、1回ぼかします。って感じですね。これをずっと繰り返していくだけなんですけど、そうすると星がちっちゃくなっていく。で、ここにワークフローがあるんですけど、僕はこのミニマムフィルター、マキシマムフィルター、ガウスぼかし、この設定を記録してます。ちょっと一回やってみましょうか。これで記録って押しながら、ミニマムフィルター2、マキシマムフィルター1、ガウスぼかし2。で、それとここに記録されていくんで、で、これでよかったら終了と。これをずっと記録一回してるんですよ。で、いくつかパターンを作ってます。こんな感じで、ミニマムフィルター、ガウスぼかし、みたいな感じで。で、今回この30回やったんですよ。ミニマムフィルター2、マキシマムフィルター1、ガウスぼかしのかける30セット。これを開くとこんな感じでずっと出てくるので、こんな感じですね。もうこれだけです。で、今度天の川をやりますけど、さっきの写真は320ミリぐらいの焦点距離なんですけど、これは70ミリとかそのぐらいだったと思うんですけど、ですんで製造がちょっと小さいんですね。ここちょっとたまたま木製が入ってる時のやつなので、大きいのありますけど、基本製造は小さいので、それでなるべくこのミニマムフィルターをですね、小さめにしたいなっていうので、1でやってます。ミニマムフィルター 0.5 でしようかなと思ったんですけど、マキシマムフィルターを使うとちょっと大きくなりがちなので、もうなしで、この場合はもうガウスぼかし1で、ミニマムフィルターとガウスぼかし1。これを繰り返してるって感じですね。何十回か繰り返すとこんな感じになります。
それでこの大きなメシエ8ですね、干潟線。焦点距離が1200ミリぐらいで撮影してるんで、製造も大きいですよね。この場合は製造が大きいので、ミニマムフィルターを6、マキシマムフィルターを3、ガウスぼかしを6、それでやってます。それを繰り返すと、星消し画像ができますね。まあ、この辺の設定はちょっと皆さんもいろいろやってみてほしいんですけど、星の大きさに合わせてちょっと大きくしてみたり、ミニマムフィルターの半径とか、この設定を大きくしたり小さくしたりしてる形です。たださっきやったですね、この、だいたいこれ焦点距離300ミリぐらいですけど、これがミニマムフィルター2、マキシマムフィルター1、ガウスぼかし2。だいたいこの設定なら、大体のパターンの天体写真が星消しできるかなという感じ。なるべく数値は小さめの方がいいかなと思います。これだけで星が消せますんで、ものすごく手軽だと思います。はい、次はですね、星だけ画像。星だけの画像ですね。これを作ってみたいと思います。これ星だけなんですよ。で、これはどうやって作るかというと、もう単純な話なんですけど、元画像あるじゃないですか。元画像と、星なし画像、それから星マスク。この3つ用意してですね、まあこれに、元画像に星マスクを適用させますと。で、反転させて、合成コンポジットで減算で星なし画像を減算するとこんな感じでできましたよ。もう単純にこれだけです。ものすごく単純です。それではですね、星消し画像の画像処理をちょっとやっていこうと思います。これはもうすごいシンプルな、こんなの画像処理したことないので、トーンカーブなんかまあ簡単にちょっと処理してみますね。こういう感じで強調してみますと。で、こんなマスク作ったので、ちょっと色付けしてみましょうか。これで、色彩調整なんかで色をつけてみたりなんかして、これでもう鮮やかですよね。デジタル現像なんかもやっちゃいます？さっきデジタル現像した方が良かったんでしょうけど、これでちょっと強調してみたりなんかして、適当ですけど、もう S なんかしたりして、まあ例えばまあこんな感じ。まあ、ちょっと派手ですけど、もうこんな感じに処理できますよと。画像処理が楽ですね、何かね。構成がないだけですごい楽です。それでは星だけ画像の画像処理をやっていこうと思います。こんな感じですよね。これヒストグラムを見ると、こういう感じになってるんですね。こんな感じ。構成をちょっと拡大してみると、こういうハローが出てると。で、若干ですね、ヒストグラムも出てましたけど、ちょっと緑っぽくもなってる。若干ですけど、緑も強いと。この部分ですね。この部分がちょっとポコって出てますよと。あとはまあまあいい感じですけど、あとハローも出てますよと。で、まあ例えばこれ RGB 減算マスクを使って、青ハロ除去みたいな感じで構成のカラーバランス調整したりするのもいいかなってところで、それはまた別の動画見てほしいんですけど、こういう感じで処理してみましたと。青ハロを除去してみました。で、ヒストグラムを見るとこんな感じ。突出がなくなってると思うんですけど、緑の。まあ、青がちょっと出てる感じ。ちょっと残しました、青ハロは。若干青い方がいいかなって、こういうところは残ってます。完全に星がピタッと止まってないので、ちょっとこういうなのが出てきますね。で、これで、まあ、星だけを画像処理しましたと。製造を小さくしたいなら、まあ、小さくしてもいいんでしょうけど、後でちょっと合成するときにその辺もできるので、特段僕はカラーバランス程度の調整にしてます。それではですね、星消し画像と星だけ画像、これをちょっと合成したいと思います。ただ、ステライメージでちょっと僕またやり方わかんないんですけど、これこれコーレルペイントショップなんですけど、これでスクリーン合成を使ったら一瞬でできるので、それをちょっとやってみたいと思います。まあ、2枚開いておいてですね、こんな感じで、この画像をコピーして、
レイヤーとして貼り付けますと。で、ここをスクリーン合成ですね。スクリーンにして今 100% ですけど、これを変えるだけと。もう暗くするとか、星を暗くするとか、明るくするとか。これだけで全然 OK です。もうこれでできましたって感じですね。はい。ものすごく簡単です。これで調整したら自然になりますので、どのぐらいの明るさにするかにもよりますけど、こう明るさを見ながら考えてもらったらいいかなと思いますけど、これちょっと星雲を白飛びさせすぎましたけど、もうこれだけなので、だからこういうレタッチソフト、フォトショップとか、他もいろんなレタッチソフトありますけど、レイヤーマスクが使えるレタッチソフトなら、このスクリーン合成の機能ついていると思うので、皆さんもちょっとチェックしてみてもらえればと思います。それでは天の川の方もちょっと強調してみたので、星なし画像と星だけ画像を合成してみようと思います。で、こっちが星だけ画像、星だけの画像ですね。こういう。一応これ白黒に見えるかもしれないですけど、カラーです。ここまで来たらわかりますね。星はちょっと画像処理してないんですけども、そのまま撮ったままなんですけど、で、これをコピーして、レイヤーで貼り付けると。で、標準レイヤーからスクリーンレイヤーに変えますと。じゃあこんな感じで合成されました。これが、こうなります。こういう星のところ、大きな星、これ木星ですけど、こういうところもこういう形だったのが星を足しましたと。こんな感じになりますね。自然でしょう、これでやれば。もうこれである程度調整すればいいんですけど、ちょっと暗めにしたかったら暗くするとか。ある程度星の明るさあった方がいいとは思うんですけど、ちょっと星雲だけが目立つって感じになりますよね。星を少なくすると。星を足すとこんな感じ。ちょっと星を減らす。もう全然なければこうなっちゃいますんで、普通にあった方がいいと思うんですけどね。はい。こんな感じで天の川も綺麗に合成できます。この辺の星のブツブツも見てみましょうか。こういう感じですね。自然ですよね。スクリーン合成使うとものすごく自然にできるのでおすすめです。これがこんな感じ。やっぱ星がないと変ですもんね。こういう感じ。これで自然に合成できます。すごく簡単です。星なし画像を覚えたので、ちょっとこれからいろんな画像処理をまた日々アップしていこうと思いますので、チャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。